にちは、ちぼです。今日は女子一人旅6泊7日マレーシアのパッキングを行いたいと思います。今回のマレーシアのパッキング、ポイントはざっくり言うと3つになります。まず1点が、機内持ち込み荷物のみということですね。今回買ったチケットが機内持ち込み荷物だけで受託荷物はなしっていうチケットになるので、もう機内に持ち込めるサイズを重量のものだけにしてます。ただ去年ですね、シンガポールに1週間行った時にこのちっちゃいリュック、このマリメッコのリュックで行ってるので、ちょっと抵抗はないです。なので今回はちっちゃい荷物で持っていきます。ポイント2つ目はその分荷物を厳選するです。前回ですね、2023年ゴールデンウィークに私ウズベキスタンに初の海外一人旅に行ってきたんですけど、その時は初めての一人旅海外だったので、ちょっと結構余分なものまで持ってっちゃったんですけど、実際に旅を終えてみてこれはいらなかったなっていうもの見えてきたので、今回だいぶそぎ落としてます。そしてポイント3つ目は、やっぱり現地でお土産などいろいろ買い物がしたいので、スペースはだいぶ空けておきたいということです。のためだいぶ荷物を厳選したいと思います。それではパッキングスタート。こちらは街歩きおよび機内の手元に持っておくカバンになります。こちらはウズベキスタンの時にも使ったショルダーバッグになります。こちらは、機内ポーチですね。のど飴や歯ブラシ、また耳栓、アイマスク、あとは乾燥するので、スキンケア、ちょっとちっちゃい旅行用のサイズのものを入れたりしています。そしてこちらはパスポート、そしてウェットティッシュ。で、ポケットピローですね。こちらはネックピローと、あとはフットレスト。前回は膨らますフットレストと、もうそのままのビーズクッションを持ってったんですが、今回は荷物をだいぶ削減したいため、また軽量化させたいため、コンパクトにしました。新調しました。で、こちらはエコバッグ、そして汗拭きシート、ティッシュ、タオル、薬、そして塩分タブレット、扇子以上となります。こちらはリュックになります。これは一番もう持ってる中で軽いリュックですね。薄手の軽いものです。でも丈夫です。着替えは今回はもう1着1セットしか持っていきません。現地でなんか買うかなとも思うので1着だけにしてます。そして帽子ですね。とウィンドブレーカー。セキュリティポーチは、腰に巻くタイプと首掛け2種類持っていこうと思います。気分で買えます。こちらはザックカバー。そしてお皿を買った時用にちょっとプチプチも念のためちっちゃく持ってきます。こちらは化粧品セット、お風呂用品、スキンケア用品、そしてこちらがカメラですね。で、こちらが充電器類。で、これはセキュリティワイヤーといってちょっと今回新調して持ってきます。荷物固定したり盗難防止のやつですね。で、こちらウェットティッシュやティッシュの予備と、これは便利用品ですね。輪ゴムとか、ウズベキスタンでもちょっと使ったので、ゴミ袋とか安全瓶とか入ってます。で、バウチャーのコピー以上になります。では、リュックの方からパッキングしていこうと思います。これめちゃくちゃ軽いんですね。すごい軽いので、これ今回受託荷物なしなので、これに期待してます。まず、バウチャーのコピーをここの背中のポケットのところに入れておきます。よいしょ。で、今回はちょっとウズベキスタンの時は調子に乗って服をだいぶ違い持ってたんですけど、今回はもうワンセットのみですね。で、行きのワンセットと替えの2セットだけになります。現地で私はインド人街とかまたリトルインディアとか行ってワンピース買えたらなって思ってるんですよ。これはちなみにシンガポールで購入したものですね。こういうのも端っこに入れたり、帽子とかも入れたりして、よいしょ。で、バスグッズとかスキンケアとかはこっちの下の方に安定させて、充電器で、これですね。これはなんかセキュリティワイヤーって今回ちょっと新しく買ったんですよ。治安面でね、一人旅なんでこういうやつですね。荷物を置いて南京錠でロックしておけるやつみたいな感じです。はい、ちょっとだいぶ私は平和ボケしてしまってますのでね、セキュリティ面大事なので、ちょっとこれ試しにちょっと今回持ってこうと思います。カメラですね。カメラはよいしょ、間違えた。カメラの前に化粧品入れて、前回やっぱウズベキスタン
は初めての一人旅だったんで、だいぶなんかこれも持ってこっかな、あれも持ってこっかな、 YouTuber の人があれ言ってたから持ってこっかなって、自分自身そんなに必要じゃないかなって思うものもちょっと持ってっちゃってたんですけど、やっぱねだいぶ全然ほとんど使わなかったのでだいぶ使わなかったので、今回はもうそぎ落とします。でこれセキュリティポーチはちょっとね念のため2個持ってこうと思います。やっぱ肩掛けの方が実際使いやすいっていう意味では使いやすかったです。私は首にかけてる方がペラってこうなんていうんですかね、アクセスしやすいんで楽だったので、ちょっとこれも持っていきつつ、でも大事なものは身につけてみたいな、なんかちょっと使い分けようかなって思います。なので2個持ってきます。でマイポケットのちょっとここら辺がカラッとしちゃってるんで、ここら辺にこういうウェットティッシュとかの最悪盗まれてもいいようなねものとか入れて、ちっちゃいちょっとしたもの。ちなみにね、安全ピンとかはゴムとか一応ここに入れてるんですけど、安全ピンはウズベキスタン行った時は服の規格がやっぱちょっと大きくて、現地で買った服がちょっと丈が長いとか、私153、4センチぐらいしかないので背がそんな高くないんですけど、そういう時にこう折り曲げてピン止めて現地でとりあえず着るとか、ちょっとねやっぱそういうのに役立ったんで、なんだかんだこういうのね1個あると便利だと思うんで、ちょっとこういうちっちゃくして軽い状態で持ってこうと思います。でこちらですね、これはリュックカバー、ザックカバーになります。マレーシアはよく雨も降るし、またカバーしとくことによってちょっと防犯対策にもなるかなということで、こちらを持ってきます。全然荷物まだまだ入るな。あでまだね半分ぐらい、ここまでぐらいしかですね、まだこれぐらいまでしか埋まってないので、お土産とか現地でまたなんかワンピース買ったりとかできるかなって期待してます。すぐに取り出せるようにこれを、ウィンドブレーカーですね入れておきます。機内でもし寒かった時もすぐにこれだったらパッと取り出せるので、ここに入れておきます。ということでリュックはとりあえずこんな感じで完成です。まだここまでしか入ってないです続いては街歩きと、あとは機内で手元に置いておく用ですね。なので一番最初に使うのはもう機内からなので、機内で使うものなどここには主にとりあえず入れていきます。とりあえずパスポートここ入れといて、で今回ですね、前回ウズベキスタンの時はもっと大きいフットレスト、膨らます用のフットレストと、もうそのままの状態になってるビーズのネックピロー持ってたんですけど、今回はだいぶ荷物も削減しなきゃいけない、重量もね軽くしなきゃいけないっていうことでちょっと新調しました。これはもうこんなちっちゃい膨らまして折りたたみでこうやって収納できるネックピローになります。ここに入ってるやつですね。でなのでコンパクトにこんなちっちゃくなっちゃうっていうのと、今回のフットレストは膨らますやつじゃなくて座席にかけて足を置いておけるやつにしようかなと思います。っていうのも今回ちょっとだいぶ節約をしていて、チケットも座席指定してないんですよ。なので通路側になっちゃうかもしれないし、奥になるかわからないのでちょっとこっちにしました。でこれだったらこんなにちっちゃいんでね、で軽いし、意外と膨らますネックピローとかも割とこう折りたたんでもちょっとボリューム感があるので、今回みたいにもう受託荷物なしとかの場合はちょっとこういう軽いのにしようかなって思ってます。で前回ちょっと私が一番最初に上げた動画で説明が不足しちゃってるんですけど、フットレストですね、あれその膨らまして足元に置くようなやつって、あれ航空会社によっては使うの NG 禁止にされてるっていうこともあるので、ちょっとそれをね私が説明不足だったのでちょっと今回の動画で伝えておきたいんですけど、あれね特に日系とかはダメらしいんですよ。通路側がダメなのかな、使用自体が禁止なのか、ちょっと航空会社によってルールがあるのでちょっと皆さん調べてほしいんですけど、私の動画を見て鵜呑みにしちゃって買って下調べせずに持ってって、で実際その機内で注意されちゃったっていうことがあったら困るなって思ったので、今回それだけ伝えておきます。なので今回ちょっと私も座席が通路側になるかどうなのかもわかんないんで、今回、軽いし折りたたみでこんなにコンパクトになるので、このネックピローとフットレスト持ってこうと思います。こちらは機内用のポーチですね。歯ブラシだったり、乾燥するのでのど飴だったり、あとは耳栓、あとはアイマスク、あとは、ちょっと眠れなかった時とか目疲れたら蒸気でアイマスクも入れてます。
あとは現地でね、あんまりこういうドリップコーヒーって海外であんま見なかったんで、マレーシアどうかわかんないんですけど、これちょっと持っていこうと思います。でちょっと私はブラックが好きなんで、結構マレーシアとかだとマーガリンとか砂糖とか甘いのが多いって聞くんで、ちょっとこれを持ってこうかななんて思ってます。あとは機内だとすごい肌が乾燥しちゃうので、こういうちっちゃい旅行用のスキンケアもまた今回持っていきます。でこれを入れて着ないように持っていきます。そしてこれですね、暑いので塩分タブレットと、ウズベキスタンの時もそうだったんですけど、現地の人にね、なんかありがとうの気持ちに飴入れてますと、まあちょっと前回ね、私ウズベキスタンで体調崩したんで今回も、薬は持っていきます。で暑いから一応センスもね軽いしちっちゃいんで持っていこうと思います。タオル、ティッシュ、ウエットティッシュ、汗拭きシート、あとはエコバッグ。今回ガイドブックは持ってかないです。ガイドブックね、マレーシアの本借りたんですけど、荷物を削減したいということで、本もまあまあね重量あるっちゃあるから、塵も積もればなんてなんでも、今回はスマホにルルブの入れました。それを、現地で見ようと思います。なのでガイドブックは持ってかないです。はい。で今回もウズベキスタンの時同様、行く時は荷物1個これだけ背負っていけるようにということで、今回もここに空いてるスペースまだあるので、この中に入れまして、ほらまだ全然入るの、こんな感じでね。ほらリュックに1個にまとめちゃって、空港に行くまではこれ1個背負っていけばいいっていう形にします。で空港で実際、チェックインとか済ませたら機内に手元に置いておくように、さっきの、ショルダーバッグを出すっていう感じでやろうと思います。こんな感じで今回もこのショット、はい、こんな感じで私の、マレーシア6泊7日ですねのパッキングが完成しました。お土産とかいっぱい買えるようにスペースも空けてるので、いっぱい楽しんで、たくさんのお土産とお土産話を詰めて帰ってこれたらいいなと思います。では今回のこの、6泊7日パッキング以上となります。楽しんできます。Vlog はまたね、お盆明け準備整い次第あげようかと思いますので、よろしくお願いします。では行ってきます。あ、違う、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。